こんにちは、アリアです。これまで3回にわたって5次元に移行した人が体験する変化についてお話ししてきました。今回は最終回としてその根本にあるテーマ、魂の目的に沿って生きるとはどういうことか、そしてそれが日常の選択や行動にどう影響してくるのかを具体的に見ていきます。まず一つ目にお伝えしたいのは、魂の目的とは何かということです。この言葉を聞くとスピリチュアルに馴染みのない方は少し非現実的に感じるかもしれません。けれどここでお話しする魂目的とはもっとシンプルで現実的なものです。それは自分が心から大切にしたいと思う価値観や人生の方向性のことです。例えば人に優しく関わること、自由な時間を大切にすること、安心できる暮らしを作ること、表現を通じて誰かとつながること、こうしたことの背景にある、なぜ自分にとってそれが大切なのかという問いの先にあるもの、それが魂の目的です。誰かに教えてもらうものではなく、自分自身で感じて選んでいくものです。次にお話ししたいのは、外側の基準ではなく、内側の感覚を信頼するということです。5次元的な意識になると、何が正解かよりも、自分が納得しているかどうかが行動の基準になります。例えば、仕事を選ぶときに安定しているからとか、人に評価されるからではなく、自分が本当に意味を感じられるか、その仕事に誇りが持てるかという視点で選ぶようになります。もちろん、すぐに理想通りに生きられるわけではありません。けれど、自分の軸に沿って選ぶことを少しずつ積み重ねていくことで、人生の流れが変わっていきます。この軸が育ってくると、他人の意見や比較に振り回されにくくなっていきます。そして3つ目は、シンクロニシティが増える理由についてです。スピリチュアルの世界では、5次元に入ると、シンクロが増えるとよく言われますが、それは偶然ではありません。自分の内側と外側の行動が一致してくると、自然とそれに関連する情報や機会が目に入りやすくなるという現象です。例えば、考えていたことに関する情報が突然入ってきたり、やりたいと思っていた仕事の話が舞い込んできたり、会いたいと思っていた人から偶然連絡が来るといったこともあります。これは引き寄せというよりも意識が明確になったことで、それに合う現実を選び取れる状態になっているということです。内側が整うと現実もスムーズに動きやすくなる。それが5次元的な現象の一つです。続いて4つ目にお伝えしたいのは、判断の軸が内側にある人は迷いにくくなるということです。魂の目的に沿って生きている人は、日々の選択に一貫性があります。完璧ではなくても、なぜそれを選んだのかを自分の言葉で説明できる人が多いのです。例えば、こんな会話があります。その働き方って収入は不安定じゃない。でも、自分にとっては自由な時間の方が大事だから。このようなやりとりができるのは、判断の軸が他人や外の評価ではなく、自分の内にあるからです。自信というより、納得感。この納得感こそが、判断のブレを減らし、ストレスを減らす力になります。そして、5つ目は、自分の軸があるかどうかを確かめるための問いについてです。5次元に移行しているかどうかを判断するために、何か特別な能力や体験を探す必要はありません。本当に大切なのは、日常の中で次のような問いに自分なりの答えを持っているかどうかです。今、なぜこの選択をしているのか。これは自分の価値観に沿っているか。やめた方がいいと気づいていながら続けていることはないか。こうした問いかけを日々意識するだけで行動の質は大きく変わっていきます。そして6つ目にお伝えしたいのは、
日常の中で自分を取り戻していくということです。5次元的な生き方とは、特別な能力や劇的な変化を体験することではありません。自分の感情と丁寧に向き合うこと、自分の体の声を聞き、生活のリズムを整えること、不要な情報や人間関係を見直すこと、そして納得できる選択を少しずつ重ねていくこと。この積み重ねが魂の目的に沿って生きることにつながり、その結果として意識は自然と5次元へとシフトしていくのです。ここまで4回にわたってお届けしてきた5次元に移行した人が体験する世界は、決して特別な人だけのものではなく、日常の意識の使い方や選択の仕方を少し変えるだけで、誰もが自然に感じていけることです。その中心にある問いは、私は今、自分の魂の目的に沿って生きているか、目に見える変化があったかどうかではなく、この問いに対する答えが自分の内側にあるかどうか、それが全ての鍵になります。このシリーズがあなた自身の感覚や意識と向き合うきっかけになっていたら嬉しいです。これからもあなたの人生がより楽しく豊かになるような視点をお届けしていきます。また次の動画でお会いしましょう。